いや最悪や。これ走られへんな。どうもクビオです。改良された軽キャンピングカーで待ちに待った車中泊行ってきます。改良したポイントとしてはこの窓パネルですね。雨仕様にしました。この外さなくていい常設の窓パネル、外側をプラスチックのポリカーボネートにしました。この素材ですね。プラダンよりも雨や太陽光に強い素材です。内側はベニヤ板にリメイクシート貼っています。今日の天気は雨予報なんで検証するにはバッチリですね。お水は2リッターのペットボトルを新しくしました。そして古いペットボトルの殻、こちらは排水タンクに利用します。こちらの上部をひっくり返してはめると簡易シンクになり、お水は帰ってきてからペットボトルごと処分します。一番の改良ポイント、ポータブルクーラーラクールの室外機の常設化です。これで到着したらここをこうやってめくるだけでもう使用できます。家庭用クーラーのようにポータブルクーラーが使用できます。せっかくなんでこの断熱シート余ってますんで、ポータブルクーラー室外機用の簡易断熱カバー作ります。はい、すごい簡単なんですけど、こんな感じで室外機の上に乗せるだけです。これで上からの太陽光とかをですね、遮熱してエアコンの効率を高めます。上からこの棒で押さえてロックします。これで風でも飛ばないと思います。ちょっと効果あるかわかんないんですけど、一回試してみます。ポータブルクーラーの電気はリチウムバッテリー 600Ah で動かします。リチウムバッテリーの充電は走行中は走行充電、エンジンの動力から発電し充電します。そしてもう一つは停車中も使えるこの 445W の大容量のソーラーパネルです。前の車種泊で試しに使った時はこのソーラーパネルからの発電量だけでポータブルクーラーの消費電力を上回りました。いわゆるオフグリッドですね。太陽が昇っている間は永遠にクーラーが使えます。ただ今回は雨曇りなんでそんなに発電されないと思います。雨の日、曇りの日の発電量も今回検証します。雨の日のソーラーパネルの発電量どうなるんですかね。楽しみです。空気圧は前輪が 2.6kPa で後輪は 3.5kPa、 この軽バンの指定の空気圧にしました。まだ雨は降っていません。ただどんよりとした天気です。今日行く場所なんですけど、ここ富山県から隣の石川県に行って千里浜に行きます。砂浜を走れる日本では珍しいドライブウェイです。この車は4駆なんで砂浜にも強いと思います。その後は近くの RV パークか道の駅で車中泊しようと思います。
無料の高速道路なんですけど、本当に絶景です。いくつもの駐車スポットもありますんで、明日この辺で朝ごはん食べれるのもいいですね。まもなく千里浜ドライブウェイに到着します。はい、今日はね、通行可能と看板書いていました。ダメな日もあるんですよね。はい、じゃあ砂浜に入ります。一応4個入れときます。いやー、しかし絶景ですね。こんな場所が日本にあるんですね。来てよかったです。ちょっと止まってみます。ちょうど夕日なんで逆光になってるんですけど、これ反対側朝だったらすごい綺麗そうですね。釣りしてる人や写真撮ってる人、皆さんのんびり過ごされています。すごいいい場所ですね。海鳥もたくさんいるんで餌も豊富なんでしょうね。明日の朝通行可能でしたらここで朝ごはん食べたいと思います。はい、すぐ近くに道の駅ありますんで、一旦そちら行きます。ここの道の駅は RV パークもあります。そしてなんとタイヤシャワーがあります。無料でタイヤについた砂を落とせます。すごいですね。早速やってみます。車から降りて赤色のスタートボタンを押してください。車の底面と側面、タイヤ周りを水洗浄します。約60秒で自動的に止まります。あ、水が出ました。すごい勢いです。思ってるより強いですね。かなり水がもう窓ぐらいまで来ています。この横休憩してるトラックにも水が当たっています。これは嬉しいサービスですね。バックルームの室外機、雨当たらないように一応カバーかけといたんですけど、良かったです。びしょ濡れです。一応室外機は完全防水なんですけど、カバーかけてきました。雨予報だったんで。駐車場はかなり広いですね。ショップで地元の食材購入していきます。すごい綺麗な道の駅ですね。早速中に入ってみます。あれ、今日定休日ですね。いやー、これはショックやな。今日の宴の食材をここで買おうと思ってたんですけど、後でスーパー行きます。なんかお土産の自販機ありますんで、ここでおやつ買います。チョコのパン売ってましたんで、これ車内で食べてコーヒー飲みながら今後の作戦ゆっくり考えます。
ただきます。はい、ごちそうさまでした。車内はかなり冷えてきて、この天井付近で現在 23.4 度です。外気温は 26.7 度です。やっぱり電気の量気にせず使えて、面倒なセッティングもなしですぐに使えるクーラーは夏最強ですね。まだ食材を買っていないのと、あとお風呂も今日入りたいんで少し移動します。ゴミ箱なんですけど、ここに大きめのゴミ箱が1箇所あります。あまり動かなくていいこの場所にすぐに使える小さいゴミ箱を作りました。こちらも今日活用していきます。今から移動しますんで、この室内機に溜まったドレン水抜いておきます。このラクールのドレン水なんですけど、ある程度溜まるとポンプでこのダクト通って室外機の方に流れて外に放出されます。でも少ない量のドレン水でしたらポンプが作動せずに室内機に溜まったままになります。なので移動中はこんな感じで出しておきます。はい、このレバーで栓を閉めます。これでも流れません。一応ドレン水はこの排水ペットボトルに入れておきます。少し暗くなってきました。温泉調べたらですね、なんとここの道の駅のすぐ前がホテルなんですけど、日帰り入浴できるようです。もう一箇所、ここから徒歩9分ぐらいのところにも温泉があるようです。とりあえずですね、近くのスーパーで食材買い出ししてどちらかの温泉に入ってきます。車で5分ぐらいのところにアルビススーパーあるようなんで、そちら向かいます。ありましたね。お風呂上がり冷たい飲み物いただけるように冷蔵庫に入れて冷やしておきます。お風呂の用意もうしておきます。ここに着替えとか入れています。道の駅すぐ近くの温泉が夜9時半まで営業しているようです。そちら向かいます。なんかすごい綺麗ですね。それでは一風呂浴びてきます。先ほどの道の駅戻ります。RV パークもあるようなんで、RV パーク予約できたら RV パークで、当日予約無理そうでしたら、もうそのまま道の駅で車中泊して、朝早く出発します。はい、戻ってまいりました。結構、車中泊されてる方いますね。それでは、車中泊のセッティングしていきます。
ラクールつけて15分ぐらい経ったんですけど、結構車内寒くなってきて湿度もかなり下がってきましたんで、もう切っておきます。また暑くなってきたらつけます。で、今回フロント周りはカーテンではなくてシェード作ってきました。こちら助手席のシェードなんですけど、断熱材に中はリメイクシート貼っています。で、折り目つけてコンパクトに収納できるようにしました。こちら運転席側もそうですね。少し大きめに作ってますんで、押し込んで固定する形になっています。そしてこのフロントウィンドウだけ市販のものを買いました。これ Amazon で買ったんですけど、吸盤ではなくて中に針金が入っているタイプのシェードになります。結構コンパクトに折りたためて隙間もないんで、軽自動車など狭い車にはちょうどいいかもしれません。フロントウィンドウもサイドみたいな感じで断熱シェードを作ろうかなと思ったんですけど、かなりかさばるんですよね。なのでコンパクトなシェードを探しました。そしてリアウィンドウも断熱しています。同じですね。この断熱材とリカルリメイクシートです。こちらはマグネットで取り外しできるようにしています。このラクールを設置していると、もうリアのドア開けないんで、走行中もつけっぱなしにしています。で、この横のガラスももうシェードつけっぱなしにしています。この運転席の後ろ、ここは何もしていません。網戸つけています。こちら空気入れ替える可能性ありますんで、一旦こちらで様子見ます。そしてこのレンジフード用の排気口の下、こちらも何もしていません。カーテンで目隠しはできるようにしましたが、一旦このまま行ってみます。いずれまた断熱シェードなど作りたいと思います。前回車中泊した時に、このフロントウィンドウやサイドウィンドウですね、こちらからかなり熱が入ってきました。カーテンだけでは火が昇ると太陽光の熱は防げませんでした。なので今回シェードしてみて、火昇ってからこのラクールの効き具合確かめたいと思います。今日こちらの固形燃料を使ってミニグリルで軽く炙ったり焼いたりして夜の宴楽しもうと思っていたんですけど、なんとライター忘れちゃいました。なので電気で調理していきます。今日の食材なんですけど、スーパーアルビスで石川県産のお魚買ってきました。石川県七尾港産の黒鯛の刺身、こちら半分生で食べて半分フライパンで炙っていただきます。そしてこちらも石川県産の甘エビの唐揚げです。ちょっと量多いんですけど、甘エビの唐揚げってありそうであんまないですよね。美味しそうだったんで買っちゃいました。普通甘エビって生でいただきますよね。それを唐揚げにするなんて、なんて贅沢なんでしょうか。こちらはレンジで温めます。そしてステーキもいただきます。はい、レンジフードのセッティング終わりました。ここのファンから空気を吸って、ここから出ます。で、ここから空気は取り込みます。で、こんな感じでマグネットで接続してますんで、もう脱着も簡単です。
焼いただけなんで簡単なんですが、もうこれで十分です。唐揚げの方もう食べちゃって半分ぐらいなくなっちゃいました。でステーキの方は塩コショウ、そして刺身の方は醤油でいただきます。ごちそうさまでした。地元の新鮮な海鮮美味しかったです。レンジフードがあれば車内で調理しても匂い残らないので、もう自分だけのレストランが移動しているような感じです。それでは片付けていきます。今回洗い物出ないように調理しました。フライパンも汚れてないですね。一応ウエットティッシュで軽く拭いておきます。このまま睡魔が来そうなんで先に歯磨きしておきます。はい、じゃあ今日もこのペットボトル排水システムで歯磨きしていきます。それではもうパジャマに着替えておきます。でね、ずっとね換気扇だけ回してるんですけど、温度そこまで高くないんですけど湿度が高いんで 76% なので、なんかちょっと暑い感じはします。やっぱり海近いから湿度高いんですかね。一旦車内ラクールで冷やしてからパジャマに着替えてゆっくり過ごします。今日は夏用の薄いタイプのシュラフ持ってきました。基本的にはもう何も上にかぶらなくても大丈夫なんですけど、やっぱりなんかかぶっといた方が寝やすいんですよね。ちょっと枕忘れちゃったんで、この着替え入れてるケースなんですけど、ここにズボンやシュラフの袋など入れて傘を回して枕代わりにして寝ます。今車内は 22.8 度まで下がりました。湿度は 57% です。もう寒くなってきたんで切っておきます。はい、じゃあキャンピングカーのインバーターも切っておきます。インバーターはサブバッテリーの DC12V から AC100V に変換してくれる装置なんですけど、実は今このソファーの下にあります。なのでスイッチを押すにはここを開けて押さないといけません。でもこのリタイムのインバーターはリモートコントロールがありましたんで上につけました。これ今めちゃくちゃ便利さを体感しました。上につけて本当良かったです。やっぱり机上の空論ではなくて実際に車中泊してみないと分かんないことって本当に多いですよね。そして現在のサブバッテリー残量が 73% ですね。クーラー切ったらちょっと暑くなってきます。今天気予報のアプリ見たら今日の深夜朝方に雨が降るようです。なので今換気扇使えるように窓開けています。このまま換気扇回した状態で寝てみて防水性能確かめてみます。弱めに
換気扇回しておきます。このままだと丸見えなんでカーテン閉めておきます。この隙間から空気吸って、でこのファンの中に入って外に排出されると思います。で深夜朝方雨降って、ここは濡れていないからですね、朝起きてチェックしてみます。あ、雨降ってきましたね。雨音がしています。しかし軽自動車でもいつでもすぐにクーラー使えるのってこんなに快適なんですね。キャブコンだと当たり前ですが、軽自動車だと感動します。この車は狭いところどこでも行けるので世界が広かった気がしました。夏も冒険できますね。本当は今日国道車中泊に行こうと思ってました。国道はひどい方の国道です。でもこの軽キャンピングカー改良して最初なので安全な場所にしました。次は冒険してみたいですね。まだまだ楽しいことありますね。とりあえず明日は砂浜でゆっくりご飯食べたいと思います。それではおやすみなさい。暑い。はい、防水性能なんですけど全然濡れてないですね。大丈夫です。深夜と明け方結構雨降っていたんですけど雨は漏れてません。よかったです。この排気ダクトマグネットでついていて、外してからこちら壁に置くんですけど、その時も壁側にマグネットつけています。かなり涼しくなってきました。ラクールつけて10分ぐらいでもう27度まで下がってきました。現在の消費電力が 150W ぐらいです。ラクール自体が 300W 消費してるんですけど、ソーラーパネルから 150W 発電されてますんで、相殺されて 150W 消費になっています。かなり省エネですね。これ晴れていたらソーラーパネルの方が発電量上回るんですけどね。でも曇りでもそこそこソーラーパネルは使えるということが分かりました。今日曇りなんですけど、外気温どんどん上がってきました。外に設置している温度計が現在31度です。日陰の中入っています。で車内の中の天井付近の温度が 23.8 度です。外気温30度を超えても天気が曇りだったらラクールガンガンに冷えてくれます。今回このカーテンをやめてシェードにしたのが正解だったかもしれません。かなり冷えています。前はこの辺結構暑かったんですけど全然暑くありません。やっぱり夏場はカーテンよりも断熱シェードですね。冬場もそうなんですけど手間だったんですけど作ってよかったです。この足元のゴミ収納、こういった感じでベッド展開まだしていって、ここのゴミ箱が開けられない時便利でした。最近自分寝る時にApple Watchつけて睡眠アプリ使っています。こんな感じで睡眠の深さが可視化できるんですけど、この下の方が深い睡眠で上の方が浅い睡眠です。下の方がいわゆるノンレム睡眠と言われる部分で、この上になるとレム睡眠になります。でこの赤いところは覚醒といってもう起きている状態だそうです。これ昨日の睡眠なんですけど、
覚醒が睡眠の中盤から後半ぐらいめちゃくちゃ多いです。自分いつも覚醒ほとんどないんですよね。朝方暑くて汗かいて起きたんで、やっぱり温度がかなり関係あると思います。車中泊の朝なんかちょっとだるいなとか疲れが取れないなっていう時はこういった感じで覚醒が多かった睡眠なのかもしれません。このラクール設定温度を一番低くして風量も弱にして使用すればよかったかもしれません。ただそうなると寒い可能性があるんですよね。設定温度でオンオフできるオートモードがあれば一番いいかもしれません。ラクールも設定温度以下になるとコンプレッサーが回って設定以上温度になると止まる機能があったと思いますので、今度試してみます。うわ、外暑っ。それでは車も出発のセッティングしていきます。まずはラクールの室外機戻しておきます。この断熱シートの上に水が溜まっています。はい、終わりました。一瞬で終わります。あとはシェードですね。フロントウィンドウのシェードなんですけど、これ初めて使ったんですけど結構良かったですね。この隙間も埋まっていて、で吸盤ではないんで取り外しも容易です。これこんな感じになっていて、ここに針金が入っています。でここを広げる感じですね。これ2つ折り曲げて、でもう一回折り曲げて、でくるっと折りたたむんですけど、ちょっとコツがいるんですよね。自分もまだ慣れていません。で最後ゴムで留めるとこんな感じで結構コンパクトになります。フロントシェードってかなり大きくなるので、これはコンパクトでありがたいです。でレンジフードの窓パネルの防水なんですけど、今回大丈夫でした。こんだけしか開けていないんで上からは大丈夫だと思っていました。で問題は横殴りの雨の時ですね、どうなるかです。この雨よけが結構長いんで、もしかしたら前のオーナーさんがオプションで変えられていたのかもしれません。あと室内機のドレン水だけ出しておきます。あ、やばい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 、あ、やばいやばい、取れちゃった。あ、水浸し。あーびっくりした。ここのホースがもうすぐ抜けちゃうような感じだったんで、ちょっと緩かったですね。ドレン水が飛び散りました。結構溜まってましたね。これもうちょっとで排出される直前だったかもしれません。晴れてはないんですけど今日も絶景です。ちょっとこの辺で朝ごはんいただきます。いや最高ですね。この波の音聞きながら朝ごはん食べたら絶対美味しいですよね。こっち側の砂浜の方も車のタイヤの跡ありますので多分スタックしないと思います。結構硬いですね。ちょっと肉のキャンピングカーとかだったら入るの怖いかもしれません。4駆だったら問題なさそうです。もうラクールは遮熱シートなしで使用します。あ、晴れてきましたね。シェードしておきます。はい、再びシェードしました。晴れてきたんでソーラーパネルの発電量の方が上回ってバッテリーに充電されています。かなり暑くなりそうなんで、もうこの断熱シェードプラスカーテンもしておきます。内装の天井やサイドに埋め込んだ断熱材、そして窓には断熱シェード、そしてカーテン、そして直射日光の当たる炎天下。現在外気温日向のところは 39.9 度です。これはもうポータブルクーラーを搭載した軽キャンピングカーの
限界への挑戦ですね。ちょっと風量弱ではですね、こっちからの熱がなんか負けてるような気がしたんで、もう風量強にしました。ちょっとうるさいんですけど、しばらくこれで様子見ます。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。この海を見ながら食べる朝食、車中泊の醍醐味を味覚と視覚両方で味わうことができました。今回魚を焼くということで匂いがかなり充満します。なのでこのアルミホイルで蓋を作りました。これがかなり効果ありました。車内で何か焼くとき、特に魚焼くときはもう絶対この蓋した方がいいですね。ラクールなんとか頑張ってくれました。現在天井付近の温度が 25.5 度で外気温が 30.2 度です。雲が出てきたので少し外気温が下がってきました。先ほどピークで32度ぐらいまで上がっていました。なので風量も今弱にしてちょっと音量を抑えています。もう晴れていて直射日光当たっている場合は風量弱では暑いので強にしないといけません。そうなるとね、結構風量強だと音はうるさいです。今回ですね、こっちが運転席側があまり熱くなってませんでした。この断熱シェードとカーテンの二重の効果すごいですね。断熱シェードだけだったらちょっと熱くなってましたが、カーテンにするともうほとんど熱がなくなりました。今運転席に温度計を置いてるんですけど 26.8 度です。こっち側が 25.5 度なんでそんなに思ったより温度差ないですよね。これ以上外気温が熱くなると難しいかなという気がします。なので外気温32度がこのラクールと断熱されている軽キャンピングカーの限界値かなと思います。やっぱりこの車天井断熱したんでこの効果大きいですね。でソーラーパネルも載せたんで二重で断熱になっています。向こうの方には海に入っているおっちゃんもいます。シャワー付きのキャブコンとかだったらもうここで海水浴してそのまま車内でシャワーとかも可能ですね。これずっと先まで続いていて、で道の駅もまだあるようなんでもうちょっと先の道の駅まで進んでみます。雨が降ってきました。これ砂浜ぬかるんだら嫌ですね。ちょっと雨の日のこの 445W のソーラーパネルの発電量一回調べてみます。一回電源切ります。はい、今すべての電源切りました。それで 85W ですね、充電されています。やっぱり 445W と超大容量のソーラーパネルなんで雨の日でもある程度発電しますね。これは心強いです。
そして今回改良した軽キャンピングカーでの初めての車中泊だったんですけど、やっぱり改良ポイントはやってよかった箇所が多かったです。まずはこの窓パネルですね。外を防水にしました。もうこういった雨の日でも全然入っていません。急な雨でも気兼ねなく換気できますんで、これはやってよかったです。そしてラクールの常設化ですね。室外機を外に置く DIY なんですけど、ボディ少し削って配線を外に出す加工をしました。これもやってよかったです。今日の朝ごはんみたいに車中泊時のご飯ではなくて、ちょっと景色のいいところに泊まって涼しい車内でご飯食べる時とかはいちいちセッティングしなくていいので、気軽にクーラーを使えます。リアのサイクルキャリアに常設するのちょっと重たいかなと思ったんですけど、一応サイクルキャリアの耐荷重の7割ぐらいに抑えてますんで、今回の旅で問題ないことが分かりました。次はもっと遠くに行ってみたいですね。で、ちょっと課題だなと思ったのはこのシェードですね。かなり効果はあるんですけど、ちょっとセッティングとかが毎回ちょっとめんどくさいかなと思いました。何かもっと簡単にパッてマグネットとかではまるタイプがいいかなと思います。あとは難しいんですけど、フィアットデュカトみたいなもうシェードですね。あんなん作れたらいいんですけどね。で、その他改良したいポイントが今回の車中泊で明るめになりました。リチウムバッテリーの並列接続なんですけど、かなり面倒です。ここに 100Ah という容量のリチウムバッテリーを6台搭載しています。こっち側に1、2、3、4台並列接続で 400Ah、こちら側をメインで使っています。で、こちら側が2つ並列で 200Ah をサブ的な感じで使用しています。こちらの切り替えスイッチでバッテリー1、バッテリー2みたいな感じで 400Ah、200Ah を切り替えています。もう基本的にこっち側の 200Ah は使わない予定です。メインのこの 400Ah がなくなった時だけ 200Ah を使う感じです。ただこれが結構問題でした。この 400Ah の並列接続なんですけど、これ全体で残量パーセンテージがわかるんですけど、現在 66% です。でも結構ばらつきあるんですよね。これ 66% に見えて、1個は 80%、1個は 20% とか、そのぐらいばらつきありました。これ2タイムのアプリなんですけど、1つが 73%、これ 56%、これ66、65など結構ばらつきあります。で、これ1個ずつ選択して、で、放電をオフにできます。ここにスイッチがありますんでオフにしたりとかできます。それでバッテリー少ないやつをオフにして、でバッテリー多いやつから電気を使うようにして、できるだけ残量が揃うようにしていました。でもこれ結構めんどくさくて、アプリの接続が悪くて、一回接続してもなんかまた戻ったりとかエラーとかで結構時間がかかります。なのでいちいち放電オフにしてバッテリー残量を揃えるのは現実的じゃないなと思いました。で、リタイムさんにこのことを聞いたら、もうそれは仕方がないことですみたいな感じでおっしゃっていました。やっぱりケーブルの長さも違うんで、各バッテリーへ負荷のかかり方が違うようです。なので今度ですね、こういった赤のケーブルとかこうやって並列接続をしてるやつをもうバスバー1個中継してみたいなの作って、そこにこうやって同じ長さのケーブルで集めるようにすれば、電気はまだ均等に消費されるかなと思います。こちらはまた次回の課題ですね。気になるところはそのぐらいで、もう他はかなり満足の仕上がりの軽キャンピングカーになってきました。もうこの車で1週間ぐらい帰らない旅してみたいですね。じゃあドレンス抜いて出発の準備します。あ、また晴れてきましたね。静か駅雨で結構濡れちゃったんですけど、これ完全防水なんで多分いけるでしょう。あ、また気持ちいい天気になってきました。それでは再出発します。え、嘘、ずれてる？やば、傾いてます。ちょっとこれはもう走行不能ですね。うわ、さっき衝撃でジャンプして上に上がってね、外れたんですね。サイドとかも押さえてあって下には落ちてないんですけど、これはちょっとどうしよう。結構重いんですよね。ちょっと工具が欲しいなという感じです。脚立とかですね。いや最悪や、これ走られへんな。あ、もしもし、ごめん、いける？はい、ちょっとショックで帰り動画撮る気力がありませんでした。あの後別の車に来てもらい、一旦サイクルキャリア外して
ガレージまで戻ってきました。今サイクルキャリアもう一度取り付けてテストを行っていました。原因はこの下にラチェットベルトがあるんですけど、ここ下のフックとつながっています。これの締め付けが弱かったようです。地面の大きい凹凸で車が跳ね上がり、浮く力が車に働いてサイクルキャリアの上の金具が外れました。この上の金具ですね。室外機やゴミボックスの固定は大丈夫でした。サイクルキャリアのみ外れました。このラチェットベルトをめちゃくちゃ強く締め付けると、ここの金具フック当たってるところがボディが曲がってしまったというレビューがあったんで、めちゃくちゃ強くは締め付けずにちょっときついかなぐらいにしていました。それが良くなかったようです。あと上の金具のところなんですけど、ここもちょうど真ん中にサイクルキャリアつけようと思ったら、こんな感じで斜めになります。こっち側もですね。ちょうどこのピクシス版ハイゼットカーゴのちょっと前のタイプはこのような形になっています。これも良くなかったかもしれません。原因が分かったので、もっと強く締め付けて上も平行なところに移動してつければ大丈夫そうなんですが、もうこの状態では公道を走る気がしません。他の車がいない場所で誰にも迷惑がかからなかったのが不幸中の幸いでした。今後は軽めのゴミ箱とかでしたらいいかもしれません。室外機をサイクルキャリアに常時設置するためにボディ削ったんですけどダメでした。この方法はやめておきます。ボディ削った部分はこのゴムウェザーストリップありますんではめておきます。今後ラクール使用するときはもう一旦車内に入れといて、使用するときだけ外に出します。もしくはもう思い切ってラクール外して12ボルトクーラー設置しちゃうかですね。その時室外機下につけるんですけど、塩害対策ですね、対策できるか調べてみます。この軽キャンピングカー、もともとは12ボルトクーラーつけるつもりで作っていたので、その方向がいいかもしれません。取り付け方法なども含めていろいろ調べてみます。もし12ボルトクーラー雪国で使っている方いらっしゃいましたら対策教えてください。この軽キャンピングカー DIY 今回で終わりだと思っていましたが、まだまだ終わらせてくれないようです。早くこの車で長期旅がしたいです。